日は日本の恒例行事、大晦日格闘技ライジンディケード見どころだったり、楽しみな試合、秒殺もあるだろうし、そんぐらいね面白いですね。絶対ヒーローになる候補じゃないですか。日本の格闘技あるあるなのかな、これは常識だろっていう勝ちにいけよっていう。でも牙城を崩すほどの選手ではないのかなっていう。グランドゲームですごい差が出ると思う。Welcome to リンヤマンチャンネル。今日は、いよいよ年末が近づいてきましたので、日本の恒例行事、大晦日格闘技。今年はライジンディケードっていうんですかね。はい。大晦日3部作。3部作なんですか。3部作らしいんで。そういうことか、見どころだったり、楽しみな試合とかを喋っていく回になります。お願いします。お願いします。早速タイトルマッチから聞いちゃってもいいですか。鈴木千尋 VS クレベル。どうなんですか。難しいですね。難しいですね。本当に難しいですよね、なかなか。クレベルね、打撃を結構打ち返したりもするんで、今のブンブンあれ台風の中に行くのかなっていう。だってここも大嵐じゃないですか鈴木千尋この距離、そこをどうねタイミングずらすのか、または普通に秒殺もあるだろうし、どっち鈴木千尋選手がクレベル選手を秒殺する、もう全然あると思う。でもリアさん、私はクレベル強くなってる気がするんですよ。それはここ2戦のパフォーマンスってすごいです。だから決めちゃうんじゃないかな。それも分かる。もちろん寝かしたらね。ただ鈴木千尋選手は前のクレベル戦の時は多分いけないで取られちゃったんで、なるほど、絶対そこは修正してくるじゃないですか、チャンピオン。今回来ると行くと、そりゃそうだってなったら秒殺もあるかもしれない。あるかもしれないですね。そんな頑丈なタイプではないと思うんで、変な話上意識してたら腹効いちゃったみたいなのもあるかもしれないし、そんぐらいね面白いですね。面白いですね。どっちだと思います。じゃあどっちかって言われたら。いえ、鈴木選手、今のこの勢い超えると思います。超えちゃうんじゃないかなって、気がしますね。超えてきたら面白いですね。面白いですね。鈴木千尋選手、ちょっと一つステージ上がるんじゃないですか。上がると思いますね。本格的にみんなと考えてることはやっぱ分かりやすい試合なので、僕も一緒ですけど、やっぱ打撃でいっちゃうんじゃないかなっていう気がします。楽しみですね、これも。プライドとゆかりのあるリンヤさんに聞きたいのは、桜庭和志さんの息子さん、桜庭大成さんと八千さん。八千祐介選手ちょっと切れてましたけど、ダメになる。そうなるよね。それはそうですね。私たち世代からするとやっぱちょっと桜庭大成さん、桜庭和志さんの息子さんっていうのはちょっとやっぱ上がるっすよね。やっぱそうっすよね。桜庭さんはセコンドにもしついたりなんかしたら絶対上がる。そうですよね。やっぱりね、八千さんからしたらイラッとするかもしれないけど、でも光栄な、そうともおっしゃってたんですけどね、八千さんは。そうっすよね。すごくいい子らしいので、大成君もすごいいい子で、桜庭和志さんのご子息さんなので、それできるのは光栄なんですけど、ただみたいなそうっすよね。部分はもちろんあるんでしょう。アーセン対クロン・グレイシーチックなマッチメイクですよね。だからなるほど、デビュー戦 DNA やばいです、期待されてすごい成績のやつと、じゃあどうなんのって一発目っていう、日本の格闘技あるあるなのかな、これは。ある種洗礼でもあるんですか。そういうのよく聞くじゃないですか。なんか初戦は結構強い相手を当て込まれて、洗礼じゃないけど、そうですね。本当にちゃんと育てていくつもりだと思うんです、自分の中では。分かんないですけど、運営のことなんで、絶対、あんな貢献した人の息子さんで日本の格闘技界に、絶対ヒーローになる候補じゃないですか。確かに。だからね、可愛い子には旅をさせようじゃないけど、厳しいところを当てて、そっからこうガッてよじ登って強くなる姿もいいし、勝ったら勝ったでおっとってなりすぎるじゃないですか。なりすぎるっすよ。もし勝ったら普通に考え
ったら、はい、もう当然八千さんがもう余裕で、って感じですよね。はい、そうです。結構差あるじゃないですか、やっぱり。あります。それって伝わりづらいのかなっていう、一般層に。リンヤさんが思ってるより、私たち素人って分かってないですからね。その実力差とかっていう、ワンチャンいけんじゃねみたいな思ってる人もいるかもしれないよね。桜庭和志さんの息子さんだからみたいな。格闘技だから何が起こるか分からない。もちろん分かんないけどね。どうだろう。この間ワールドカップで日本がスペインに勝ったんでしょ。あったね。うわーみたいになってたじゃないですか。確かに。それぐらいの話だと思うんです。でも万が一も格闘技なんで、打撃打たれ続けて、なんかどっかでもぶっちん切れてうわーいったやつが当たって KO とかもあるかもしれない。あるかもしれないからね。分かんないですね。でも KO 勝ちももちろんあるし、可能性の中には。でもね、やっぱね、桜庭さんの息子さんっていうのはね、期待したくなるな。そうですね。頑張ってほしいです。はい。ヤーマンはきついですね。ヤーマンとダウトベック。まあそうですね。まあでもヤーマンはなんかを起こしてくれそうって思える男ですね。なるほど。確かに。腰重いし。って言ってもね、カザフスタンはベースのレスリング力がやっぱ高いんで、まあダウトベックも今そんな日本ではレスリングの技術って見せてないですけど、絶対ベースとしてすごい高いものあるんで、なるほど。まあ、MMA でしょ、じゃあ今回はそっちだよっていう戦い方ですよね。今まで通りのダウトベックのプラン A が、やっぱ左ボディ当てて左のオーバーフック当てるっていうストレートか、なんでそのプラン A を遂行しようとしてくれたらチャンスあるっていう話。なるほど。逆にだからそもそもプラン A が多分違う可能性が高いんで、そのやっぱヤーマン対策をしてくると、ダウトベックはもちろんだってここまでこう積み上げてきて、戦績浅い選手負けたら全部持ってかれちゃうのが世界ですから、やんないように準備はしますね。ただダウトベック選手からすると、ヤーマン選手がそのゴリゴリのストライカーだっていう、もうパンチの打ち合いがこいつ売りなんだっつうのは分かっているわけじゃないですか。まあ言ったらダウトベック選手からしたらちょっとまあ格下かな、だったら俺それ付き合ってやってやるよみたいなノリにはなんないですかね。俺が見せてやるよみたいな。どうだろうな。そこがやっぱね、分かんないですよ。格闘技性格出るし。そういうことなんですね。ただカザフスタンとかああいう旧ソ連系の人って冷静なんで、冷えてるんで、常におもろいですね。熱くならずに MMA をやるっていうことだと思うんですよ。まあそんぐらいもう国技として染みついてると思うんですよね。なるほど。常識だろっていう勝ちに行けよっていう、そこが全てだからっていう。これ聞きたいですね。ライアン・ガルシア VS アンポ・ルキア、ボクシングルールなんですけど、アンポ選手はね、いろんな挑戦を今年1年やってきて、最後の締めくくりとしてボクシングのレジェンドをまたやると、ボクシングはねちょっと違うのかもしれないんですけど、違うけどね。どうですかね、アンポ選手は。いや、わかんねえ。マジわかんねえ。分かんないですよね。世間的には余裕で勝てないでしょって、もちろんっていう話なんですよね。だけどそれが分かんないじゃん。パッキャオの時もそうだったじゃんって言えるわけですよ、今回は。ただそれだけなんですけど。それだけなんですけどね。ただパッキャオ戦に関してはすごかったですもんね。やっぱでかいし、スピードあるし、反射神経もいいで、練習もめっちゃ多分するんで、スタミナもある。強いですよ、普通に打撃は絶対。そうですよね。K1 取ってますもんね。それは強いですよね。アンポ選手のボクシングがどうなのか分かんない状態でいったパッキャオと、でも3ラウンドのデータがある。確かにそこでボクシングのベースと体の使い方、多分ガルシアサイドも分析できると思うんで、本気で仕上げればそれはガルシア全然いいかなと思いますけど、なんか性格的に油断しそうなんで、その隙をついて、アンポ選手がいいところも見せるような気もするし、俺は。そうですね。ライアン・ガルシア、アンポ選手のやつってボクシングとキックボクシングの選手じゃないですか。普通にボクシングやったらそれはライアン・ガルシアが絶対勝つ。当たり前じゃないですか。それってどれぐらい差があるのかっていう話なんですけど、リアンさんってレスリングの世界選手権取ってるでしょ。グラップリングってレスリングと柔術のイメージあるんですけど、その選手がレスリング挑戦。確かイメージ近いかもしれないですね。どういう感覚なんですか、リンヤさんは。いいのって。いいの？それが余裕ってこと？やっぱ違うんだ、グラッ
プラーの達人だろうがレベルが違うんだ。違いますよ。それは、はい、どっだけグラップリング界であいつレスリング強えみたいになってても、いいのっていうはい感じだと思います。はい。それぐらい違うんだろうね、やっぱり。そうですね。なるほど、面白いな、そういう話も。グラップリングっていうのは倒すした後の動きの話？だから寝技ですよね。首絞めたり、全般首絞めたり、腕取ったり、足換決めたり、やってるのがグラップリング。でも一方レスリングっていうのはその決めまではやんないじゃないですか。やんないです。相手を仰向けに寝かすまでの競技なんで。そっか。立ったところから背中ついたら負けなんで。MMA の試合においては、グラップラーとやったら、レスリングが強い人はそれはバーン倒せるのは余裕で倒せるけど、その後、今度は逆にこっちのフィールドになってくるってことですよね。だからレスラーと柔術家は相性は柔術家の方がいいんですよ。倒してきてくれるんで。で柔術は護身術なんで、来た相手に対してこうやる、腕決めるっていう。まあ、レスラーはこう行くんで、そこに対してパッて決めたり、そこは MMA でやったら相性はレスラーは悪いんですよ。なんで倒した後ウッドをするっていうのを学んで強くなっていくんで。確かに。ボクシングとキックボクシングじゃちょっと話が違う。どうすかね。はい。確かにね。そのプロフェッショナルでじゃなかったらそっちが普通が勝つよね。はい。それぐらいの話なんでしょうね。多分そのボクサーからすればキックボクシングですげえ強かろうが、ボクシングルールでやる上ではもう余裕でしょみたいなノリなんですよ、でも寝技はゴールがいっぱいあるの分かりますか？これもゴールだし、これもゴールだし、確かにこれもゴール。いろんなゴールがあるんですよ。どこに向かって走ろうかなっていう。確かに。レスリングがもう1個なんで、ここに向かって毎日突き進んでるんで、それはなんか毎日いろんなこと考えてるやつとは別に次元が違うなって思うんですよ。それのもうちょい狭いバージョンなんじゃないですか。キックボクシング。蹴りのことを考えてるんでしょ普段、ね、考えてないからこっちみたいな。これを2個どう当てるかしか考えてないからっていう。そこのだから突き進み方はやっぱ蹴りあるのと、まあ、シンプルに倍ぐらい違ってくるのかなっていう。深いですね。だからライアン・ガルシアも、ね、余裕だとは思ってるとは思うけど、でも、まあ、実際そんなこともないと思うんですよ。それを超えて1対1の男の勝負だよ、違うよみたいなとこに持ち込んでほしいですけど、ね、どちらにしてもね、同じ日本人としてアンプ選手ぜひ頑張ってほしいなって。強いですからね、アンプ選手。はい。久保選手とシェイドライフ選手の試合か。シェイドライフ選手はストライカー系ですか？グラップラー。グラップラー、はい、でもまあ打撃も思いっきり振る。レスリング強グラップラーですね。強グラップラー、強そうですね。結構きついんじゃないですか。トータル的に強い。レスリング力で上回れないと結構きついっすよね。上取られちゃうんで。まあだから蹴りですよね。久保選手右、シェイドライフも多分右なんで、斉藤選手とやった時は、斉藤選手左なんで、そのミドルがめっちゃ有効だったんですよ。右対左ってミドルが結構体開いてるんで、なるほど、長いミドルがやっぱ効果出して、それがすごい決まってたんですよね。ミドルと三日月の使い分けみたいな。なるほど。で距離縮まったら膝っていうのがあったんですけど、オーソ同士だと蹴りが当たりづらくなるってことですか？その前使ってた奥足のミドルはちょっとリスクがある。位置的にそうなんですね、キャッチされたりとかするリスクがあって、だから前足の蹴りを多分使ってくると思うんですよね。で近づいてきたらまあ膝か肘、肘もできるからな久保選手は。そこは結構シェイドライフに対してのいい武器かもしれないですね。なるほど。膝ができる。やっぱ組むんで絶対距離縮まるんで、そこでこれとなるほど、決めるのか。朝倉海選手と、アーチュレッタみたいに合わせるとか、組みつきに来るための打撃を振ってる時にうまく外してとか、腹に入れるとか、膝を。ただね、腹に入ってもね1回だとねそのまま組みつかれそうな気もするんで、それが決まらなかったらもうっていうところだと思うんで。なるほど、勝つなら膝肘カットでの TKO、 膝ボディ。分厚いぞあの腹。でも精度も高そうだな久保選手。まあ分かりやすい試合ですよねと思いますね。シェイドライフ選手は当然組もうとしてくる。組んで首絞めたい。そうですよね。一方久保選手は例えば三日月とかで距離取るんじゃないですか。まあ三日月も使うのかな、もしかしたら前足で、奥足でも、
そう前足で、ね、奥足っていうの後ろ足っす。こう構えてるこっち足。なるほど。前はこっちでめっちゃ蹴ってたんです。で斉藤選手を止めてたんですけど、今度は相手の構えが違うんで多分こっち足を使ってなるほど蹴って作るのかっていう、なんか予想ですけどね。久保選手はもっといろんなことが見えてると思うんですごいことをやるかもしれないし。わかりました。はい。この間の続きで雷神の大晦日に武田浩二選手と新鈴さん、はいはい、もちろん武田浩二さんについては後輩でものすごい仲良し、はい、新さんもつながりってあるんですか？食事の場で1回あったぐらい、はい、ぐらいです。なるほど。どういう展開になっていくかとかっていうのはマジわかんないですね。はいわからないですか？はい。工事のレスリングゲームになるのか、打撃で一発あるのは23の方だと思うんで、工事は組むのかな。でもまあスタンドゲームでもやれると思うけど、わかんないっす。マジわかんない。工事さんはやっぱり組むんじゃないんですか？絶対そこが一番の強みだから、はい、組むとは思うけど、そこからのアームロックもすごいうまいし、なるほど。そこからの変化もうまい選手なんで、新井選手は。そこでそういう展開を持っていけるかっていうところかな。浩二さんとは練習はいまだに？今全然帰ってきてからは、はい、やってなるほど。じゃあ会ってない感じですね。そうですね。あともう一戦 ATT の師匠の京二さんとズールさん、はい、大晦日決まって、はい、この試合はどうですか？京二さんが勝つでしょ。そういうことですよね、はい、京二さん本当に強いですからね、はい、これ問題なく勝つ感じですよね。もう何の心配もない、格闘技なんで何があるかわからないけど、相手も軸ちゃんとしてて打撃も多彩なんでなんか用意してくるとは思うけど、でもあの牙城を崩すほどの選手ではないのかなっていう。グランドゲームですごい差が出ると思う。なるほどね、はい、僕の予想はもう2ラウンド1本バックチョークだ。はい、以上が、2024の大晦日雷神ディケードについての楽しみなカードだったり、はい、いろいろ喋らせていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。新竜誠選手対ホセ・トーレス選手。ホセ・トーレス選手っていうのは知らなかった。新竜誠選手はね、今こう上り調子な感じなので、上り調子ではないですよ。それは新竜選手ちょっと違うっすよただ普通に強いんで。強いですよね、新竜選手。